日はゲストにアニメーションクリエイターの古賀智則先生をお迎えしてお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。打ち合わせの段階からいろんなお話をさせていただいたんですけども、先生、じっと見られてどうしたんですか？いや、見てるんです。見てるじゃあ、月城ちょっと先生のご紹介の方言ってもいいですか？古賀智則先生は、伝説巨人イデオン、戦闘メカザブングル、聖戦士ダンバインのキャラクターデザイナーとして愛され、宇宙戦艦ヤマトの作画監督としても知られるアニメ界のレジェンドということで、ちょっと今までのゲストさんとはまたちょっと別のアニメーションクリエイターっていう新しいゲストさんをお迎えしてお送りするんですけども、先生よろしくお願いします。そんな変わんないですよ。いや、めっちゃ緊張してます。ただのおじいちゃんだから。いや。ということで、古賀先生が早速、作画の方に移っていただいているので、私からは先生の説明と本日の企画の紹介をさせていただきます。古賀先生といえば、人間を見上げた構図の煽り作画で有名な先生です。今はロボットアニメとかでもよく見かけるかっこいい決意のポーズを流行らせたのは古賀先生だと言われております。どんな仕上がりになるのか楽しみです。意外と口ちっちゃいね。私、口大きいと思ってました、自分で。ちっちゃいよ。ちっちゃいですか？でも人からこう見られて自分の顔を改めて知るの面白いですね。なんか最近だとリップメイクでわざとこうオーバーリップにして口をこう大きく見せるメイクみたいなのが流行ってるんですよ。で、最近それやったんですけど、なんか腫れちゃった人みたいになっちゃって唇たらこ唇になっちゃって、ちょっとこれ違うなって思いました。流行りって難しい。なんかでもすごい目が飛び出てるよね。目は出目なんですよ。あ、俺も出目だから大丈夫。大丈夫大丈夫ですか？全然大丈夫。整形すんなよ。整形はしないです。怖い。いいものを失うよ。自分が求めるものは得られるかもしれないけど、それ以外のいいものを失うからね。ああ、整形ね、整形か。しないと思うけど、余計なことはあんまり考えない方がいいんだよ。今を楽しく生きればいいってことですかね。ちょっと違う。君ぐらいの時は、はい、苦しんでほしい。苦しいことばっかり。じゃあこれはどんだけ勉強しないとわからないのとか、どれだけ動いてみないと、ね、分かっていかないのかっていう苦しみの中にいてほしい。だから大したことじゃないのにヘラヘラしてない方がいい。苦しんでるっていう顔もしなくてもいいけど、苦しむ経験をいっぱいした方がいいってことですか？今しかできない。ああ、確かに。20代が一番大事かな。自分の過去を見るとね、20代いっぱい勉強した。やっぱり何もできないから勉強するしかないじゃん。だからすごい勉強した。で、いろんな意味での勉強をいると今でもやってはいますけど、20代はその絵を描くことの勉強はやたらした。だから他の人ができないことでもできるようになっていったから、勉強のおかげ。で、一番俺の師匠みたいにああでもないこうでもないって言ってくれた人がいて、人じゃない、自然がよく教えてくれた。人じゃない。そんだけすごい人はめったに会えない。だから自然がよく教えてくれたいろんなこと。例えば山に行って絵を描く。山は好きじゃないから。自然待って、代表的な自然だと思ってました。私、山は結構。海だろ。海か。山は毛虫がいるから嫌いだ。先生、虫嫌いなんですね。私もです。嫌い？嫌いです、虫。じゃあなんで山っつったの？いや、もう自然といえば山だと思ったから。ちょっと質問していい？はい、もちろんです。今さ、君の前髪が流行ってんだけど、なぜみんなそんな毛にするのかな？このパッツンっていうかこの。そんだけ自分の顔見たいの？先生が前髪っていうか確認したんですよ、私は。知らないの？今どんなんだったかなと。いや、これ何もセットしなくて今日起きたままなんですよ。本当です、本当です。社長に言われたの？そういうんだよって。ちょっと言いますけどね。前髪はやっぱりあった方がなんとなくこの可愛いイメージかなと思って。
筆で書けばよかったかな。ああだったらこうだったらっていうのはそういうことを言うやつは北海道行けって昔の野球選手の金田って人が言った。なんで北海道に行くんですか？北海道に行ったら、タラとかダジャレかダジャレか。ちょっとここ長く塗ってる。ちょっと待ってくださいね。アイラインをちょっと長めに引いてます。月まつげ。いや、地まつげです。アイラインこのアイラインを塗っちゃったんだ。塗ってますね、アイライン。クレオパトラのように。そんなに濃いですか、先生、私今日。はい、ということで、小川先生に煽り構図で月城里奈を描いていただきました。いやー、なんかもうすごいです。こんなおしゃべりしながら先生描けるなんて。あと自分で好きなのがこの目ですね。目がすごいキラキラに、まつげも上向きに描いてもらったのが、やっぱ煽り構図だからわかるのがすごいあると思うんですけど、皆さんいかがでしょうか？はい、先生は。やたら説明してるじゃん。ここそういうパートなんです。あ、そうだ。そういうパートなんです。説明しなきゃいけない。説明と私がいいなって思ったところを、先生的にはなんかどうですか？私の顔って。せっかくさっき言ったことを言えばよかった。顔の中心線とこうなるんですね。忘れてた。忘れてたってさっき先生に教えてもらったんですけど、顔の中心線がこうあって、で、目がこうあったら、鼻も口も顎の輪郭もこういう風になるらしいんですけど、先生さっきもうこういう風にレイアウトが決まってると何も考えずに描けるっておっしゃってたじゃないですか。今回どうですか？私の顔もあんまりじゃあもうこう決まっちゃってるからスルスル描けた。そう見て描けばいいだけで。本当はもっと綺麗なのにちょっとブスにした。なんでですか？みんなも描いてくださいよ。刺激受けるかな。これ見て私がもうちょっと綺麗になりたいなみたいな。じゃあちょっとこれ家に飾ろうかな。洗面所のところに。こうやってやつにはこうしか見えないんだ。それは私じゃないとか思って行けばいい。でもこれ似てません？私に結構似てますよね。似てますよ先生。ちょっと待って。それは見て書いてんだから。確かに。